皆さんこんにちは、リズソフトです。先日フォーチュンサモナーズスペシャルエディションが配信になりまして、新コンテンツの、アルチェの不思議なダンジョンバージョン2.0ですね。こちら楽しんでいただいている方もいらっしゃるかなと思うんですが、今回は、不思議なダンジョンの方ではなくて、あえて本編の方ですね、こちらをちょっと実況しながら、解説や裏話など行っていけたらと思っています。不思議なダンジョンの方はですね、まだ配信されたばかりというところで、皆さんの方で実況配信とかしていただけるとすごく嬉しいなと思います。最近は結構皆さんの配信見させていただいて、いろいろ参考にさせてもらったり、しています。はい、で、今回はですね、まず場所的には風の祠に入る直前の部分ですね。そこからちょっとやってみようかなと思ってまして、ネタバレはなるべくしないようにはしますけれども、ちょっとネタバレも多少あるかもしれないので、まだ初見の、プレイされたことない方はちょっとご注意ください。えーっとちょっと今回、普通にクリアするのもあれなので、今回はですね、なんとサナの方ですね。サナだけを操作してクリアっていうところをやってみたいなと思ってます。で、難易度なんですが、こちらはちょっと私、作者っていうところもあって、これ一番難しいやつですね。にして、AI も一応最強にして、敵のAI ですね、もう最強にしてっていうところでやってみようかなと思います。で、ゲームの難しさについてですね、デフォルトは普通になってて、下の説明でも初回プレイの場合は簡単か普通に設定してくださいってあるんですけれども、え結構ですね、ゲームに慣れてる方、いきなり難しいでもいけるだろうっていうところで、されてしまう方いらっしゃるんですが、結構ですね、これ普通と難しいのこの2と3でですね、難易度が大きく変わるっていうところがあります。まあ、あのそうですね、パラメータ敵のパラメータが強くなるっていう、だけじゃなくて、結構難易度が難しい以上であれば、敵がこの攻撃をしてくるみたいな、なんかそういう、境目になってる部分があったりしますので、なので、ここはだいぶ違うかなっていうところですね。で、あとは、結構、フォーチュンサモナーズの場合は、横スクロールで、似たようなゲーム、いっぱいやってるよっていう方いらっしゃると思うんですが、実はですね、このゲームやってみると分かるんですけれども、既存の横スクロール 2D ゲームと、全く違う面がありますと。なので、例えばアルチェを、どれだけ巧みにアルチェを操作しても、それだけではクリアできないっていうところもあったりだとかですね、戦略的な部分ですね。何度か他の動画で解説させていただいたんですが、このサナとアルチェ、2人パーティーの場合でもこの2人の位置関係であるとか、そういった戦略的な部分ですね、こちらが必要になったりであるとか、であとはですね、この間ちょっと追加したこのヒントのとこですね、この1個目のヒントで、レベル上げて装備強化しようって書いてあって、これそんな当たり前だろうっていうふうに思うと思うんですけれども、これがですね、結構なんというかこのゲームって横スクロールアクションっていうところなので、やっぱりどうしてもですね、そのアクションでなんとか乗り切ろうっていう風になる場合が多いんですけれども、その時にですね、なかなかクリアできないなっていう時に、結構単純にそのレベルが足りてないだとか、その装備が弱いっていう、そっちの原因が実は多いっていうところがあるところですね。なので、単純にそのテクニックだけでもないっていうところとか、そういうところを含めてですね、
ちょっといきなり高難易度で始めるっていうところは、おすすめできないかなと思います。ではちょっと早速ですね、風の祠に、そうだ、それと、あとこれまでのバージョンだと、この風の祠に入るまでがすごく分かりづらいなっていう、ちょっと反省もあったんですけれども、なのでちょっとここは改善して、話をよく聞けば、何をすればいいかっていうのが、なるべく分かるようには、したつもりなんですけれども、それでもですね、最近の RPG みたいにですね、その次どこ行くっていうのがはっきり出てくるわけではないので、その辺は多少、そうですね、その情報集めとか、そういったところを含めて、RPG としての楽しみっていうところを、楽しんでいただけたらいいなと思います。で、早速風の祠に入っていきます。で、こちらが風の祠の中ですね。ちょっとイベントはスキップします。で、この風の祠の中はこういうふうに水が溜まってる場所が多いので、こういうところはサナの力を使って、進んでいくことになります。アルチェだとね、落ちるとこうやってダメージを受けた上に戻されてしまうで、全然進めないっていう状態ですね。で、サナで進んで、仕掛けがある場合はこうやって水を引かせながら進めていく感じですね。これはまず基本的な風の祠のパターンになります。どこ行くで、入ってすぐのところに勇気の証がありますので、こちらを取っていきます。で、あとレベル的にはですね、2人とも今レベル3になってます。で、ここにたどり着いた時点で結構レベル3くらいでここにたどり着くっていう場合多いと思うんですけれども、実は結構レベル3でこの場所っていうのはちょっとギリギリというか若干きついかなぐらいなレベルですね。で、持ち物は、そうですね、これ布の鎧しか持ってない状態ですね。なので全然パワーアップしてないんでちょっと若干きついかもしれないです。で、あと結構この洞窟は毒蛇みたいなのがいますので、毒消しガンは5つか6つくらいは持ってた方が安全かもしれませんね。はい、で、今サナが、サナ操作してるんで、普段はサナが先頭を歩くんですけれども、敵が近づくとこういうふうにアルチェが前に出て守ってくれる準備をするんですね。サナはね、結構一番難しいかもしれないです、操作するキャラの中では。通常はぜひアルチェとかステラを使って進んでほしいんですけど、だいぶですね、これ上級向けですね。で、今毒も受けてしまいましたね。人気だ。で、これ毒受けた時もですね、この F2 キーを押せば自動回復で毒消しやってくれますので、いちいちメニュー開かなくても、回復できます。まだいた。で、こちらがですね、最近追加された
チュートリアルですね、になってます。で、どういう状態かっていうと、水たまりがあって、で、サナしか進めないんですけれども、まあ、あの、ただ、サナの場合は当然、サナ一人で攻撃する、敵と戦うっていうのはちょっとほぼ無理になってますね。なので、ここは、何がしたいかっていうと、サナがですね、このシールドっていう魔法ですね。これを使うと、バリア張りますので、この状態でですね、敵とは、戦わない。ひたすら逃げるっていうところですね。そしてスイッチを押す。で、排水すると。で、水が抜けてくれば、アルチェが助けてくれますね。ただ敵もかなり、今回難易度も高くて、敵もだいぶ多いんで、ある程度援護射撃しないとアルチェ一人でも厳しいかなというところですね。回復します。やられてますね。で、宝箱の前もこうやってヘビが、でも取れましたね。ヘビが守ってるので、基本、アルチェと協力して、倒します。で、こっちの宝箱に実はですね、これ新しいアイテムなんですけど、マナの指輪が入っていますので、こちら、これがですね、これが、最大 MP がですね、8ポイントも上がるアイテムなので、これはぜひサナに装備したいなっていうところですね。癖でアルチェに切り替えちゃいました。そっか。で、この後は、どの道アルチェじゃないといけないところですね。で、この作品がですね、結構いろんな過去のっていうか、私がプレイしたさまざまな作品に、影響されて、作ったものなんですけれども、その中ででも一番影響を受けてる作品ですね。っていう何かっていうと、90年代にですね発売されたセガサターンで出た、プリンセスクラウンプリンセスクラウンっていうゲームですね。これが結構直接影響を受けたゲームになります。で、プリンセスクラウンはですね、アクション RPG でありながら、2D 格闘ゲームみたいな感じで、戦闘が行われるんですが、そこっていうのはもう結構直接このゲームが影響を受けたところではあります。で、プリンセスクラウン非常に素晴らしいなっていうふうにその時思って、で、アクション RPG って、例えばリンクの冒険だとか、そういったものも好きだったんですけれども、プリンセスクラウンの場合はですね、もう特にもう私の方はもうこれもうアクション RPG としてもうかなり最強だなというか最高のシステムだなっていうふうにちょっとその時思って、でただですね一つだけプリンセスクラウンで、こうだったらいいなっていうところがあったのが、それが仲間と一緒に、冒険、できたらもっといいなっていうのがありました。要はプリンセスクラウンの場合、さまざまなキャラクターの、シナリオがあるんですけれども、それらと一緒に冒険するっていうことが、できないんですね。こういうシフォンみたいなちょっとお供キャラみたいなのはいるんですけれども、でそこがちょっと、自分的には残念とまでは言わないんですけど、ここはこうだったらもっといいなっていうふうに思って、でそれが
フォーチュンサモナーズ開発の、きっかけですね。最初のきっかけになってます。で要するにですね、横スクロールアクションで、2D 格闘型のバトルで、そこにさらにですね、その仲間と一緒に冒険できる。ここですね。なので、このフォーチュンサモナーズっていうのは後付けでなんかその AI が操作できるようになった。AI がその後付けで、人間の操作と同じことをするようになったっていう位置づけではなくてですね、もう最初からAI と一緒に冒険するっていう、そこを目的に作ったゲームですので、ゲームシステム自体がですね、その AI と協力プレイすることを前提にした、システムになってるっていうところですね。そこら辺がですね、従来のその、アクションゲームっていうんですかね、AI とこう協力するようなゲームとはちょっと考え方が違うところですね。で、仲間と一緒に、冒険するアクションゲームって言えば、私なんかだと聖剣伝説の2になるのかな、あの辺がすごくこうあって、でもやっぱあのゲームもそうですね、だいぶその仲間と一緒にこうアクションゲームやるっていう、自分一人でもそういった仲間と一緒にこうアクションができるっていう点ではすごく刺激になったゲームであったなっていうふうに思います。で、今コウモリがこう出てきて、アルチェがさっさと退治しちゃいましたが、でこういう、敵キャラ、いろんな、アルチェ、サナ、敵で、あとさまざまな敵キャラがいるんですけれども、例えばさっきのコウモリなんかですね、アルチェたちとは全然違うロジックで、動いてるんじゃないかっていうふうに思われるかもしれないんですが、実はですね、敵キャラも、さっきのコウモリとかスライムや、ね、ヘビとかそういうのを含めて全部同じプログラムで動作してるっていうところですね。なので、AI も全く同じ AI で動いてると。でじゃあ、コウモリはどういう風になってるかっていうところですね。ちょっと今もうアルチェが倒しちゃったのでいないんですけれども、コウモリこうバサバサっていう感じで空中飛んでるんですけれども、あれ実はですね、ロジック的には空中でジャンプしてるんですね。サナとかアルチェは地面がないとジャンプできないんですけれども、コウモリとか空飛ぶ敵は空中で何回でもこうジャンプできると。でそれによって、そうですね、上昇したりで、重力で下に落ちたりとか、するのを利用しながら巧みにこっちの攻撃を避けてきたりも、するんですけれども、でそこがですね、結構その初期の、バージョンではすごくコウモリとかが手強い状態になってたんですが、ちょっとそこは後のバージョンでいろいろ調整して、そうですね、比較的戦いやすくはなったかなと思います。でこういう、ちょっと待って、こいつ強い。待ってください。これ余裕が喋ってる余裕がないんですけれども、でこの辺のマーキッドとかも当然同じ AI で動いています。お強い。ちょっと待って。これ皆さんこういうちょっと高い難易度で決してやらないでくださいね、これ。ちょっとですね。まずいっすね。ゲームオーバーに下手するとなりそうです。アルチェもちょっと怒られてます。
ただ初期のバージョンではもうこれが結構デフォルトでこの難易度みたいなところはあったんで、ちょっと初期の難易度を体験してみたかったら、ちょっと待って、ただちょっとこの難易度やってみるのもいいかもしれないんですけれども、ちょっとこれクリアできる自信がなくなってきました。はい、かなりやばいです。でもう一個ですね、レベル上げてサナがスリープミストっていう魔法を覚えるとだいぶ楽になるんですけど、ここはもう攻撃がダイヤモンドダストぐらいしかなくて、ダイヤモンドダストはすごく詠唱に時間がかかるっていうのもあって、なかなかこれだけで戦うっていうのは難しいですね。ああ、やっと倒せました。ちょっとですね、これはあまり真似しないでください。ちょっと今回はサナが貧弱すぎますので、これを装備しましょう。で、あまり重傷になる前に回復しておくと、たい焼きとかですね、目ん玉ドロップとか、コストの少ないものが、自動回復で使われるので、ちょっと減ったなっていうところで使うのも良いかもしれません。ちょっとうちの猫が今すごい邪魔してきてるんですけど、ちょっとね、猫が画面の前をうろうろしてるんで、中断したいな。お腹は空いたのか。あ、よし。で、もうサナの攻撃だと1ポイントしか与えられないけど、敵は7ポイントぐらい与えてきますからね。ちょっとこの辺も、薬草だね。で、この子でですね、敵のマジックユーザーがですね、出てくる。まずい。で、この難易度になると、自動回復とヒールウォーターを、併用しないと厳しい場合がありますね。間違えた。ちょっと待って。よし。これ、私、作者なんですけど、ちょっとこういうギリギリの状態なんですよね。あとですね、以前のバージョンだとですね、ここの階段にですね、このさっきのヘビとかがこう階段に来るとずっとそこに居座ってるっていう嫌な問題があったんですが、これもちょっと新しいバージョンで解消してここに残らないようなちょっと改善をしてありますね。でもあんまり敵がああいうふうに落ちた場合とかは深追いしない方がいいですね。全部の敵を倒さないとっていうわけではないので、ここで回復ポイントですね。
でこれもちょっと前のバージョンではここなかったんで、かなり苦労した方もいらっしゃるだろうなと思うんですけれども。で正直このレベル3ではこのレベルはだいぶ厳しいですね。思った以上に厳しそうですね。このマーキッドは水属性のものなんで、実はあんまりサナの攻撃魔法もそんなに実は効いてないっていうところもあるんですね。これがステラだったりすると結構大ダメージ与えられたりするんですけど、ステラの炎属性の魔法の場合ですね。でここの先はちょっとかなり厳しいので、しっかり回復とシールドを貼っていきます。あやられちゃいましたね。ちょっと待ってね。これでアルチェで、ただこれアルチェ1人だと、こんな感じでちょっとゲームオーバーになりましたね。で、ここはやり直しましょう。なるべくアルチェがこの魔法使いの方を攻撃してくれるようにちょっとコントロールした方がいいかもしれないですね。単体になればもう大した恐怖じゃないですね。でここを超えるとまた勇気の証があります。実はこの前に行った裏山の洞窟のところですね。そこまでのストーリーが体験版でして、で体験版の最大レベルがレベル4までっていうところで体験版というかこの前のエリアまでは勇気の証1個しかないんです、なかったっていうところもあって、でちょっとその分まとめてここの風の祠で勇気の証が出るっていうちょっと裏話なんですが、そういうのもありますね。あれなんでさ、今タクチーに切り替えましたっけ。レベル3のうちは結構このシールドをフル活用するのがいいかもしれないですね、サナの場合。それでさっきのところですね、勇気の証をさっき取ったんですが、ちょっとせっかくなのでここで1個分かりづらいだろうなっていうフォーチュンサモナーズのシステムについてなんですが、フォーチュンサモナーズ、今レベル3マックス6ってなってますが、でこの下にですね、この冒険者レベルと戦闘レベルっていう2種類のレベルが出ています。で、ですね、でこれが実は、この冒険者レベルとこの戦闘レベルですね。でこの1と2を足した値ですね。これが今のこのレベルになります。で、戦闘レベルって言ってるのは、これ最大5までしか上がらないもので、これは魔物を倒して経験値を得ることで上げていくレベルですね。で、それが戦闘レベルです。
なので今戦闘レベルは5までしか上がらず冒険者レベルが1なんで、最大が6までしか上がらないっていうのがこれ今の状態ですね。で、あとこの戦闘レベル今5分の2になってるんですが、これが実はですね、ここの画面の左上のとこですね。これ今金色の星と銀色の星があるんですが、金色の数がこれが戦闘レベルで、この銀色の部分ですね、これがあとまだ上げられるその戦闘レベルの最大を表しています。でですね、でちょっと分かりにくいところはあるんですけど、勇気を証を取った時ですねにどうなるかっていうと、ここの冒険者レベルがまず1個上がります。勇気の証を取るとこの冒険者レベルが1つ上がると。でただその時に戦闘レベルの方は、1下がるっていう動きをします。なので、その分また余白ですね、上がる余白が増える。要はその勇気の証取ってもこの合計レベルは上がらないんですけど、最大レベルが上がるっていうのはちょっとそういう理屈で上がっています。であとここまでに勇気の証3つ取ってるんですが、で3つ取って冒険者レベルが1っていうのは何かっていうところなんですが、最初の段階ではですね、この戦闘レベルのマックス、ここが3になってます。なのでそこがですね、その勇気の証取ることで戦闘レベルの最大が4、5まで上がって、で5まで上がったらその次はこの冒険者レベルが上がっていくみたいな、なんかそんな感じの計算になってて、別に知らなくてもいいんですが、ちょっと一応そういうシステムが、そういうちょっと分かりにくいシステムがありますっていう、話です。で、またここでなんですが、ここも結局さっきの場所と全く同じ進み方ですね。シールドを貼って、でも敵とは戦わないです。で、逃げてスイッチを押すと。で、また逃げてアルチェに助けてもらう。これが正しい進み方ですね。でこの辺のなんというか、その必ずしも敵と戦わないっていうところがですね、結構私の、個人的な趣味なのかもしれないんですけど、攻撃魔法だけじゃないよっていうところですね。その今で言うと攻撃魔法はダイヤモンドダストしかないんですけれども、攻撃魔法を使わずに進むっていう、そういうところがですね、ちょっとそうですね、私が中学生くらいの頃に遊んでた今でいうテーブルトーク RPG ですね、D&D でありますとか、であとは何度か X とかでも紹介したことあるんですけれども、アドベンチャーゲームブックっていうものですね。これは私中学生の頃大好きだったものなんですけど、そういうところの考え方ですね。これをちょっとゲームに取り入れたいなっていうのがありました。ゲームブックとかですね、いろんな種類の魔法を選択していくんですけれども、そういったものっていうのは大概多様な魔法があって、攻撃魔法はそのうちの一つでしかないっていうところですね。相手を、例えば眠らせたりだとか魅了したりだとか、もしくはこのシールドみたいに身を守ったりっていうところで、ピンチを逃れていくっていう、そういうものが結構アドベンチャーゲームブックとかって多いんですけれども、そういうものをちょっとどうしても取り入れたいっていうのが、あったんですけれども、ちょっとこれがですね、だいぶ分かりにくいだろうなっていうのが、最近ちょっと分かりまして、
で、さっきのチュートリアルとかもですね、ちょっと最初のとこだけでもっていうところでこう入れてあります。サナは、ステラとかはバリバリに攻撃魔法を使ってこう敵を倒すタイプなんですけど、サナっていうのはどちらかというと、そうですね、こう身を守る仕方ない時だけ攻撃魔法を使うっていうタイプですね。ちょっと待ってくださいね。すみませんね。ここは、そうですね、アルチェだともう先に魔法、こいつのとこまで行ってこいつを先に倒すっていうやり方なんですが、来てくれましたね。こいつを多分先に倒さないとかなり厳しい。こうやって、ダメですね。回復されちゃいましたね。これはちょっとアルチェの武器とかもですね、本当は2人来ちゃいましたね。これは結構もう逃げた方がいいかもしれない。ちょっと待ってくださいね。アルチェがやられましたね。でですね、これまでのバージョンだともうこの状態になるとどうしようもなかったんですけれども、実はちょっと新しいバージョンでは若干救いのがありまして、でここで、今もうアルチェがやられちゃってサナだけだったんですが、ここでやり直し選んだ時ですね、そうすると、アルチェが復活してくれるっていうですね、ここはちょっとだいぶどうしようかなっていうのはあったんですが、ちょっとここら辺でだいぶ救いがこうある感じですね。でこの辺りの敵は無理に倒さなくて良いと思います。で次がですね、この、風の祠で一番の難所ですね。で、状況としては水たまりがあって、サナしか進めないんですが、中はですねかなりの数の敵がいます。で当然サナだけで戦うっていうのは無理なんですので、これまでと同じようにですね、このシールドの魔法を使って抜けていく感じですね。でちょっとシールド回復したので、これで一気に抜けます。でこちらにスイッチがあるので、ここまでたどり着ければ、あとは水が引いてきますので、これでアルチェが参戦できます。でただここも敵が多いのでちょっと油断ができないですね。ちょっとですね、若干サナとアルチェの距離がありすぎるのかな。ちょっともう少し近づけた方がいいかもしれない。あんまりここ間が空きすぎるとその間に敵が入り込んで、まずい。まずい。これはまずいですね。後ろの魔法使いも来たんで相当やばい状態。入ってくれました。ちょっとこれは多分サナがシールド張ったままにしないと無理ですね。ちょっとばっかない。
と喋る余裕がなかったんですけれども、ここもすごいことになってますね。多分上にいたやつが下に降りてきてるんで、もうこういう時は逃げた方がいいですね。無理に全部倒さないといけないってわけじゃないので。よし。でも下に宝箱があるんでそうですね。逃げればいいっていうわけでもないかもしれないですね。でここはちょっとアルチェしか行けないので、アルチェで押します。で、ここのスイッチを押せばですね、最後の、仕掛けが開くところですね。で、あとは、ここは一応挑戦は、ごめんなさい、レベルが上がってますね。で、これでスリープミストを終えたので、ようやく渡り合える感じですね。で、シールドを貼って、でこういう風に敵を今ほとんど眠らせたんで、アルチェが1対1で戦える状態作れてますね。で、目覚めてきたんで、また再度まずいちょっとですね、油断しましたね。というところ本当にこのサナ操作でこの最高難易度でそもそもクリアできるのかっていうのを検証したこともないんでちょっとこう私もこれ初かもしれない、初挑戦かもしれないですね。でこういうところでだいぶはい、というところで、一旦町に戻ってきました。で、ちょっとこちらの武器屋さんでですね、アイテムをさすがにちょっと装備を強化しようと思うんですが、今 900CP なので 990CP なので、鉄の剣が買えますね。ちょっと聖堂の剣さえ持ってなかったんで結構なパワーアップになりますね。で、売るものもないか。この布団叩きでも買っときますかね。で、この布団叩きとですね、この木の杖、ここが最近のバージョンアップで新しくなってまして、で前はサナの攻撃力がちょっと増えるだけっていう本当にほとんど意味のない感じだったんですが、今回ちょっとバージョンアップでですね、精神力も少しだけ上がるようになりましたんで、持ってないよりかはだいぶマシかなっていうところですね。であとこの木の杖ですね、これ実はですね、前まで鉄の杖っていう名前になってて、説明もほぼ鉄パイプだみたいな説明だったんですが、これがですねちょっと世界観と合わないっていうところで鉄の杖から木の杖に変更になりました。で実は鉄パイプ、鉄製なんですけれどもですね、ミナサラティス魔法学校の中で、ハーネル先生がですね鉄の装備は魔力を乱すからダメなんだっていうそういうことを言ってまして、
です。まあ、確かにそういう設定がこの中に、この世界にあって、まあ、だから基本的には魔法使いはこう鉄の剣とか、まあ、そういった鉄製の武器を持たないっていう設定がこうありましたと。で、そこがちょっと、思いっきり矛盾してしまってたんで、今回、木の杖に修正させてもらって、でなおかつですね、まあ、精神力もですね、少しまあ、より布団叩きよりかはより上がるようになってると。まあ、これアイテムそのものにこう精神力を上げる効果があるというよりも、まあ、こうしたちゃんとした杖を装備することで、まあ、魔法使いの精神力が、まあ、引き出されるっていう、まあ、そういうちょっと理屈ですね。で、まあ、今回ちょっと精神力の上がり方っていうのを見直して、あります。なので、まあ、こういう杖系はですね、わずかですが、まあ、精神力が上がる効果を持つように、まあ、改善してあります。で、まあ、せっかくなんで、サナには布団叩き、まあ、木の杖ちょっと買えないんで、布団叩きを装備させます。で今、アルチェが鉄の剣と布の鎧、サナが布団叩きと革の鎧っていう感じになってますね。あと、サナはマナの指輪ですね、装備してますね。で、ちょっともう、無意識にもうアルチェに操作切り替えちゃうんですけど、今、サナに操作戻しました。で、まあ、高い難易度でこうプレイする場合なんですけど、今私がやってるような、こういうゴリ押しで進むっていうよりも、まあ、高難易度の場合はしっかりレベルを上げて、まあ、装備もしっかり整えながらこう進めるっていうのがいいと思います。今回はちょっとだいぶ強引に進めてますんで、だいぶボコられてる感じあるんですけれども、まあ、最初にお話しした通り、こうレベル3とかだともうだいぶレベルが不足してる状態ですね。で、ましてこの高難易度の場合は、まあ、レベル4でも厳しいですね。早速ボコられてますね。まあ、できればレベル5くらいまで上げて、まあ、進めるようなぐらいでもいいのかなと思いますね。まあ、レベル5になると結構アルチェも強力というか強い技を覚えたりしますので、いいのか。ここはアルチェを押して、で、サナにまた戻します。で、ここはちょっとイベントはスキップします。で、ここでマーキッドがですね、まあ、ボスキャラとして登場して、なおかつ右端にいる新しいマーキッドが出て、まあ、新しいというかより強いマーキッドがこう出てくる展開ですね。で、まあ、ここはもうまさにシールドと、あとスリープミストですね。これが、まあ、役に立つ。サナの役目はもうほぼシールドで張りながら、スリープミストですね。もう1匹倒してくれてますね。で、こう今 F3 キーでですね、そのフォーメーション変えてて、でも今隊列に関係なくアルチェが好きな場所で戦う感じですね。F3 キーのこの部分ですね、この中今火が灯ってるこのアイコンがまあ自由に戦ってっていうところなんですが、これを押すたびに変わってまして、
でこれ今だとこうフォーメーションに沿ってこう戦うんで、あんまりアルチェがサナから離れないようになってるんですね。でこれを F3 キーをこう F3 キーを押すと、今度はもうサナの場所に関係なくアルチェが動き回るんで、まあ、こういうボス戦とかでは有利ですね。ああ、ここでこうお、倒しましたね。ここまで来たらもうあとはアルチェのヒールに、まあ、集中してアルチェをひたすら回復するだけでももう勝てると思います。もうこいつは死んだも同然ですね。倒しましたね。はい。ではですね、一応ここまでで、配信は終了にしようかなと思います。まあ、そうですね、最初に、まあ、申し上げましたけれども、これがですね、ゲームが一番最高難易度ですね。で、なおかつ、まあ、基本的にはサナ縛りっていうか、サナだけを操作してもうクリアするっていうところだったんですが、なんとか、ボスキャラの撃破までいけました。はい。まあ、こんなところで、まあ結構ですね、この風の祠ってだいぶ難易度が、まあ、高いとこではあるんですが、まあ、こんな感じでですね、ちょっとサナの魔法の使い方ですね、特にこのシールドの魔法ですね、これが結構ここを攻略するポイントになってきますので、あとはサナが、そうですね、敵と無理に戦わない、敵を無理に倒さないっていうところですね、そこも結構重要になってきて、レベル4まで上げれば、これスリープミストですね。これが結局ダイヤモンドダストよりもですね、発動が早いっていうのもあるんですね。なので、この辺で敵を、シールドで敵から身を守りながら、スリープミストで敵を眠らすっていう、この2段階ですね。これ使えば、結構確実にここはクリアできるかなと思います。もちろんアルチェの方ですね、こちらの操作もだいぶ重要になってきますね。で、アルチェの方は闇雲にこうやって剣を振ってると敵がですねこのほんの隙をついてこう剣を振り下ろした瞬間とかに攻撃してきて、カウンター食らうみたいになってしまうんで、むやみに剣を振るっていうのは、やめた方がいいですね。で敵が上から来た時はこう切り上げする。敵とちょっと距離が空いてる時は、回転切りで詰めながら敵を倒す。であと敵が近くにいる時とか、あと敵がもう今にも攻撃仕掛けそうな時にはこう突きで牽制するですね。で突きで牽制してさらに切りで追い打ちをかけて、さらに回転切りで追い打ちするっていう、そんなようなところなので、まさに格闘ゲームですね。その考え方で戦っていくような、イメージですね。でこういうなんか下敷き、これなんかもうまさしくリンクの冒険から直接こう調整受けごめんなさいね、影響を受けたところなんですけど、で私はこうリンクの冒険ですごくこう印象に残ってるのがですね、リンクも当然こうやって下敷きやったり、上敷きしたりとかって戦うんですけど、ダンジョン進んでるとですね、骸骨のキャラですね、スタルフォスでしたっけ、そいつがですね、スタルフォスがこう下敷きをしてくるみたいな、そこが、その当時中学生とかだったんですけど、その中学生の時すごいかっこいいなっていうのがありまして、
で、まあ、それでこの1個前のボスキャラですね、の骸骨いるんですが、で、ぜひ、この、骸骨なんで、こう下敷きができるようにしようみたいな感じで、このボスキャラもこう下敷きしてくるみたいなのは、その辺から来てたりします。はい。っていうところで、そうですね、80年代、90年代のゲームに、いろんな影響を受けてですね、あの作成されてます。前ちょっと X の、ネタでも言ってたんですけど、ここのフォーメーション、これなんかはファミコン版のテラクレスターですね。あの、フォーメーションエディットモードっていうのがあるんですが、そこのイメージをですね、こうちょっと、イメージで、この後ろのマス目みたいなのもそこのイメージでこうわざわざこうつけたりしてたりとかっていうのがあって、そんな感じでこう自分の好きな作品をですね、いろいろ一個にまとめてできたのが、フォーチュンサモダーズっていうところで、いろいろ難解だったり、難しかったりっていうところはあると思うんですけれども、ちょっとなるべく、今の動きとしては、なるべく皆さんも遊びやすいようにっていうふうにちょっと改良しているところありますので、あとはイベントとかもですね、いくつか新しいイベントを追加したりもしてますので、過去のバージョンですでにクリアしたよっていう方も、また本編の方も遊んでいただきたいなと思いますし、あともちろん新しいコンテンツのアルチェと不思議なダンジョンバージョン2.0ですね。こちらの方も、かなり面白いコンテンツになっているので、ぜひ、プレイしてみてください。はい。では、配信の方は以上になります。では最後まで見ていただきありがとうございました。それでは失礼いたします。